初心者講座2回目です。シュートについて学びましょう。前回学んだ通り、シュート力は精度、そしてゴールまでの距離によって精度が低下する仕組みになっている。これを見ればわかる通り、ペナルティエリア内であれば 100%、ペナルティエリアのすぐ外側は 80%、さらに 50%、30% と精度が低下する。簡潔に言えば、ロングシュートは決まりにくい、ということです。ペナルティエリア内でのシュートが理想です。フォワードの経験者であれば、近すぎてもゴールキーパーに防がれやすい、と思うかもですが、ゲームなので、近いほど良い、単純に考えましょう。それでは実践です。まずはこの距離からシュート。この選手の精度は100ですが、この位置だと精度は 50%、つまり50、ディフェンス143のゴールキーパーには通用せず、今回は3度のアクションが可能です。ドリブルで近づいてみましょう。この位置なら 80%、精度は80。しかし、ゴールキーパーが鉄壁です。ペナルティエリア内まで侵入しましょう。これで 100%、精度100のシュートです。対するゴールキーパーのディフェンスは143ですが、頭上の数値は93ですね。これはピンポイントショットに相手のディフェンスを下げる効果があるからで、ゴールキーパーのディフェンスは 65% しか発揮できない。故に143が93に低下しているのです。そして100と93なら100が必ず勝つ。このシュートは必ず決まる。この視点では例外を除いてピンポイントショットが有効です。次の問題です。チームメイトが2名います。そして片方はペナルティエリア内ですね。ゴールに近い方が精度が高まる。それではパスを送ってみましょう。オフサイドトラックではなく絶好のチャンスです。シャーけど精度が12しかないわ。ゴールキーパーのディフェンスは44なのでダメです。それじゃあ外にパスしますか。ロメハラの精度は70と高い。しかしそれでも防がれてしまいます。この問題の鍵はアクション数。3回動けるがこれまでは2回で止められた。つまりロメハラは2回行動できるのでゴールに近づくことができます。これにより精度が 50% から 80% にアップ。見事にゴールを決めました。この動画での最後の問題です。チームメイトは2名、いずれも精度は100です。これまでの知識を活用しましょう。最初は守備が薄い方へパス。そしてドリブル、一見すると近づいていませんが、ここはペナルティエリア外の 80% のゾーンです。ドリブルからシュートでゴール。実はもう一つ正解例があります。ロマミのコントロールが高いので、ドリブル突破でゴールに近づける。この方法でもゴールを奪えます。今回はシュートについて学びました。次回は打ち上げパスについて学びます。うまく扱えば強力ですが、実際の試合で使うとリスクもある。今回は以上です。また次の動画でお会いしましょう。